皆さんこんにちは。南インド古典舞踊家バラタナティアンダンサーのエリナです。もう2月になってしまいましたね。2025年もう1月はもうすごいあっという間に過ぎちゃって、もう2月に入ったということで信じられないですね。もう1月何したんだろうなんか1月はインドから帰ってきて、でもうすぐになんか旧正月になっちゃってね、本当に忙しかったです。で、台湾は日本みたいに1月のその年末年始のお休みはあんまりないっていうか、子どもの学校は2週間ぐらいお休みだったんですけれども、台湾の旧正月のお休みは毎年違うんですけれども、2025年は、1月25から2月2日までお休みだったんですね。で、急に12月の初め頃かな、旧正月に日本に行こうって決めて、でなんでかっていうと、子どもたちが雪を見たことなくて、テレビとか本とかでは見たことあるんですけれども、触ったり雪で遊んだりしたことなかったので、うちの夫が雪で遊ばせてあげたい、あと自分もスキーしたいとか言ってで日本に行くことに決めたんですね。で、台湾の旧正月の時って、台湾の人みんな日本の北海道とかにスキーしに旅行に行くんですね。まあ北海道だけじゃないですけれども、海外旅行する人が多いんですね、旧正月の時に。海外旅行に行かない方はみんな家族実家とかに戻ってお祝いすると思うんですけれども、結構海外旅行に行く方が多くって、旧正月の飛行機のチケットが本当に高いんですね。なので今回の日本行きもすごい高かったんですけれども、台湾のカレンダー上だと25からお休みだったんですけれども、1週間早く行こうって言って、で土日だと高いので、土日を避けて月曜日、1月20日の月曜日の飛行機のチケットを取って、でそのお正月が29日だったんですね、1月の29日で、その日に飛行機に乗る人が少ないので、その日に帰ってこようって言って、で子供と私だけ早く日本に行って、旦那はお仕事があるので台湾の暦堂のお休みの時に来たんですね。で今回はスキーが目的だったので、まず実家に泊まりたかったので、実家から行けるスキー場を探したんですね。やっぱり外国人に一番人気なのは北海道だと思うんですけれども、北海道のニセコってすごい人気じゃないですか。やっぱり雪質もすごいいいし、夏に一度去年じゃないな、一昨年の夏に北海道行ったんですね。その時にニセコにちょっとね行ってみたんですけれども、すごい綺麗だったんですね。なんか山が見えて、なんか山ありますね、富士山みたいな山ありますよね。なんだっけ、名前忘れちゃった。すごいなんか景色もいいし素敵だったんですけれども、やっぱりねすごい人が多いし、なんかねカレーライス一つでなんか2、3000円するとか聞いたので、ニュースでで宿もすごい高いみたいなので、私実家が横浜なんですね。なので横浜の実家から行きやすい場所を選んで来ました。すごい草津温泉も大好きで、湯畑とかすごい特別じゃないですか。で夫と昔草津温泉に行って、
スキーして温泉みたいな、すごいスキーと温泉のセットいいですよね私寒いの嫌いなんで寒いの嫌いなんで、まあ、今回は子供のために行ったんですけれども、絶対に温泉があるところが良かったんですね。で父の誕生日もあったのでうちの両親と、あと私妹がいるので妹家族と一緒にみんなで行けるところにしようって言って、で親はね高齢なのでスキーできないので、親には温泉を楽しんでもらって、私たちはスキーをしようということで温泉があるホテルを選んでいきました。でどこにどこに行ったかっていうと、まず夏になんかここ数年ぐらい越後湯沢に行くんですね。でなんだっけ、越後つもりのつもりだっけ、越後つもりの夏にアートフェスティバルがあるじゃないですか。トリエンナーレに行ったんですね。でその時に越後つもり行ったので、でもその時は横浜からレンタカーでずっと借りて越後つもりまで行ったんですけど、今回ね雪が降ってるからなんか新幹線で行けるところがいいねって言って、なんだっけ越後湯沢って新幹線の駅あるじゃないですか。だからいいじゃんって言って、で横浜から東京まで行って、東京から新幹線で1本で越後湯沢まで行ったんですね。で越後湯沢のからすぐのホテルに泊まろうって言って、でゲレンデの近くのホテルで泊まったんですね。なんかねホテルを取るのがすごい難しかったんですね。なぜか分かんない。で妹にじゃらんで予約してもらって、でなんか大きめのホテルが全然予約できなくて、なんかあれかな、旅行会社に抑えられちゃってるのかな、分かんないんですけど、で最初なんだっけ苗場のプリンスホテル予約しようと思ったんですけれども、なんかできなくって、で岩っ原スキー場のゲレンデの近くのホテルに泊まったんですね。で夏行った時に越後湯沢行ったことありますか？なんか越後湯沢って夏行くと本当に錆び入れてるじゃないですか。で錆びれてるから安いかなと思ったんですね。お手頃旅行にしたかったので。だってなんかすごいお金かかるじゃないですか、スキーって。飛行機代もかかるしホテル代もかかるし、スキーレンタルとスキーウェアとかなんかレンタルもすごいお金かかるじゃないですか。だからもうなるべくお金をかけないようにしたかったんですね。とにかく今回のミッションはね子供が雪で楽しく遊べること、あとスキーすることだったんですね。なのでまずニセコはダメ高そうだからニセコは高そうだからダメ。それで越後湯沢いいじゃんと思って、で越後湯沢にしたんですけれども、横浜の家を10時ぐらいに出て、で東京駅で新幹線のお弁当を買って、子供新幹線乗るの初めてだったんで新幹線のお弁当買おうって言って新幹線のね箱のお弁当を買って、で新幹線に乗って2時頃に着いて、東京からJR 今見たら JR 上越新幹線で1時間半ですよ。東京から行かないですか？で子供たちでもう電車乗るのすごい、ね、大変じゃないですか、小さい子だから。東京から1時間半いいですよね。で飛行機も楽っちゃ楽ですけど、なんか新幹線すごい良かったですね。でなんかね
夏と全然違くって、新幹線で着いたらで、まずびっくりしたのが越後湯沢の駅、夏はすっからかんなんですね。なんかお土産屋さんとかもなんか結構閉まってて、なんか閑散としてたのに大にぎわいだったんですね。やっぱり雪の街ですよね。でなんかすごいにぎわってて、同じところみたいな思って、でもう雪降ってたんですね。もう駅の周りが雪で囲まれてて、で多分駅の周りの方がいいホテルがあるかもしれないですね。なんか旅館みたいな。でもホテルですぐ出て、ホテルの前で雪遊びしたいじゃないですか。スキー場とかね、あるところでそこに行って、でホテルに着いたら雪がねいっぱいあるので、子供たちが雪で遊んで、雪でそれでチェックインしてっていう感じで、そのでご飯が6時かな、で6時それでその事前にダイソーに行ってあれ買ってたんですね。なんだっけ、知ってます？なんかみんな使ってたの知らなかったんですけど、ダイソーで雪遊びのグッズが売ってて、まずなんかこう挟んで雪をなんか雪の型みたいな、砂場で遊ぶなんか型みたいなのあるじゃないですか。ああいう感じでなんか雪をこうやって挟んで、なんか熊の形とか作るやつとか、あとなんか雪のボール作ってこう投げるじゃないですか。雪合戦するとボールこうなんかこうやって挟んで3つぐらいできるやつとか、あとなんかスライダー、雪の上をこうなんか持って、なんていうのあれなんていうのあれソリじゃないんだけど持ち運びできる簡易ソリみたいな、なんかペラペラなんですけど、ここ持つところがあって、なんかうちわみたいになってて、こうやって滑るの。お尻が乗れなくていいんですよね。であれ滑り台とかもあれでやると汚れないなんか滑り台もあれで滑ってなんか斜面とかでなんかダイソーに売ってて、それを買ってきたんですね。でそれを使って雪で遊んだりして、その日一日は終わったんですね。で温泉入って、で難しいのがですね、うちの夫がインド人じゃないですか。でベジタリアンになったんですね。前はベジタリアンじゃなかったんだけど急にベジタリアンになったんですね。で日本ってすごいいい国なんですけど、ベジタリアンには本当に大変な国なんですよね。まず味噌汁とかもかつおだしじゃないですか、基本的には。昆布だしの時もありますけど、基本的にはかつおだしで、だし、そのかつおだしは許容範囲なんですね。うちの夫はですよ。普通ベジだったらダメですけど、うちの夫はかつおだしはいいかみたいな感じで、でもお肉も食べないし、お肉食べない、お魚食べない、卵は食べるのでベジタリアンというよりはエッグタリアンかな。で牛乳 OK、 卵 OK、 乳製品 OK なんですね。なのでビーガンではないんですけれども、で日本の旅館ってわかります？なんかお刺身とかじゃないですか。でなんか冬とかはなんだっけ、なんかろうそくで温めて、なんか鍋みたいな、ちっちゃい鍋みたいにやってくれて、日本人には最高なんですけれども、両親と旅すると本当大変なんですね。うちの両親はなんか純和食が欲しいみたいな感じなんで、うち家族だけで旅行するときはもうなるべく洋風のホテルに泊まるようにしてるんですよね。旅館だともうすごい大変だから、食事が。だからうちの夫何も食べないみたいな感じなんですね、ほとんどで朝食も日本食だとなんか鮭とか納豆とかじゃないですか。もう食べるもんないんですよね。なのでちょっと大変なんですけれども、何年か前に
鳥取に旅行したんですね。でその時はなんかベジ対応してくださって、旅館だったんですけど、ベジなんか覚えてないんですけどもせっかく用意してくれたのにだからベジ OK だったんですね。だからちょっとやっぱり安く済ませようと思うとダメですね。なんか5スターホテルだったら多分用意してくれたのかもしれないですね。あとなんか外国人向けのホテル、洋風のホテルとかだったらなんかベジでもね大丈夫ですよね。なんか朝ブッフェとかもパンとかコーヒーとかじゃないですか。でもなんか民宿とか旅館とかはねちょっと外国人には大変だなと思いました。だからニセコが人気なんだなと思いました。だって英語も通じるし、あと旅館も結構、なんかローカルなところはやっぱり英語通じないじゃないですか。だからニセコは英語も通じるし、食べ物も外国人が食べるものがたくさん、ね、レストランとかカフェとかあるし、ね、外国人は特になんかヨーロッパは分かんないけどアメリカの人とか裸になるの嫌いじゃないですか。だからね、大浴場とか多分行かないのかな、ね、日本的な経験をしたい人は旅館がいいかもしれないですけど、別にスキーだけ楽しみたいみたいな人は多分旅館とか無理ですよね。という感じで、うちの夫にとってはちょっと過酷だったんですけれども、で良かったのがですね、ホテルが三つ星だったかな、三つ星だったんですね、ホテルが。で越後湯沢のホテルにありがちななんていうんですか、昔流行ったバブルの時代に流行ったなんかリゾートマンションみたいな感じ、ホテルとリゾートマンションが合体したみたいな感じのところに泊まったんですね。でなんか下の階が多分ホテルで上の階が多分リゾートマンションみたいな感じで、越後湯沢のリゾートマンションってほとんど大浴場ついてるんですよね。でなんかスキーのスキーなんだっけ、ロッカー、スキー用のロッカーとかついてて、ですごい安く売られてますよね。バブル時代のリゾートマンションが。でなんかそういうところに泊まって、ちょっと昭和感漂うところに泊まったんですね。でなんか予約したら喫煙ルームしかなくってまあちょっとタバコ臭かったんですけれども、子供いるとね喫煙ルーム嫌ですよね。ででもスキーメインだったんで、スキーができればいいやと思って、で大浴場もなんか温泉出てるところ、なんか源泉出てるところで温泉もなんかなんだっけ硫黄温泉じゃないので子供も入れる、硫黄温泉だとなんか子供あんまりね入れないところもありますよね。で硫黄温泉じゃなかったからすごい良かったのと、あとゲレンデのすごく近くだったのと、そうホテルでそこのホテルで何が良かったかっていうと、スキーの服、スキーウェアとスキーの板とかセットがすごい安く借りれたんですね。なんか半額キャンペーンとかで。なのでもうでもねジャンク品なんか結構壊れてたりして、だから半額キャンペーンだったと思うんですけれども、なんか家族全員で全部借りて多分5000円くらいでしたねすごい安い多分なんか苗場とかガーラ湯沢とかだったらもっと高いと思いますね。なんか1人5000円とかしたんじゃないかな。なんかホテルの中にクロークルームっていうのかな、なんかクロークルームみたいなのがあって、勝手にここから選んで使って元に返してねみたいな感じですごいなんか緩い感じで、それはすごい良かったです。で次の日が
スキーの日だったんですね。1日だけスキーにしようって言って、で子供たちがなんか興味あるか分かんないから1日だけスキーの日にしようって言って、で、前日に選んどいてスキーウェアとかでそれを着てシャトルバスでゲレンデまで、目の前なんですけどね、送ってもらって、ちょっとこう坂になって上なんで送ってもらって、でスキーそうで朝9時から12時まで3時間スキーのプライベートクラスをなんか旦那が取るとか言ってて、参加したんですね。でもすごいそのプライベートクラスがすごい高くって、高いのかな、プライベートクラスっていくらぐらいですか普通。なんか3時間で3万円、私1万円ぐらいかと思ってたら3万円もして、超高いと思って、やっぱりなんかグループクラスがいいですよね。次からはグループクラスにします。私はなんかスキー3回目ぐらいだったんですね。なんかこうめっちゃハの字で滑るみたいな。で子供たちは初めてだったんで、でもね、子供たち子供って集中力ないじゃないですか。3時間もできるかなと思ってたんですけれども、なんか夫はもう絶対スキー習いたいからって言って、草津に行った時に私が個人指導したんですね、夫に。そしたらもうすぐ私飽きちゃって、もうすぐリフトに乗ろうとか言ってリフトに乗って、なんかライオンが崖から突き落とすじゃないですけどそしたらスパルタすぎてなんか雪だるまみたいになっちゃって、夫がなんか説明してるのに全然分かってくれなくって、でスキーの板ってまっすぐにするとスキージャンプみたいにすごい速くいっちゃうじゃないですか。もうなぜかその格好で滑っちゃって、で何度もなんか木に衝突多分して、そのトラウマがあったみたいでなので今回はちゃんとスキーのクラス受けたいって言ってスキーのクラスを受けたんですね。で私はサポート役で、そのね先生が何人って言ったかな、カナダ人だったかな、なんか全然スリムで何歳なのかなと思ったら70歳とか言って、すごいびっくりした。50代ぐらいかと思ったんですね。だけど70歳とか言って、なんかリタイアして5年ぐらい住んでるんですって、湯沢に。で夏何してるのって言ったら野菜育ててるとか言ってでその人が教えてくれて、でびっくりしたことに子供たちが一人はなんかもうソリの方がいいって言ってソリ遊んでて、でもう一人がすごいスキー頑張って、なんか感心したんですね。スキーなんて5歳ぐらいできるのかなと思ってたら、何回もやるって言って、昔ってリフトだけだったじゃないですか。でもなんか今なんかこうエスカレーターみたいなのがありますよね。なんかあれマジックカーペットっていうらしいんですけど、なんかこう乗ってたらなんか歩く歩道じゃないけど坂みたいなやつこうやって進んでってそこから滑るみたいな、それいいじゃんって言って、最初はなんかもう引っ張ってたんですけどもう疲れちゃって、でマジックカーペットあるらしいって言って行ったらで上にちょっとだけ行って滑ってくるみたいなのを何回もやるって言って、で子供たちは 2時間で飽きちゃったんですね。でそれでも2時間持ったのすごいなって思ったんですけれども、でそのあと1時間夫がその個人指導を受けて、で私はそのね一人スキーをやりたいっていう、ね、子供に付き添ってずっとやってて、でもなんかすごい上手に滑れるようになって、なんか私より滑れるようになってすごいびっくりしたんですね。で午前中いっぱい3時間そのレッスンを受けて、子供たちは途中で自分たちでおのおの好きに滑ってたんですけれども、ソリとかなんか
ゲレンデの中に子供たちがソリで遊べるスペースがあって、で、うち子供2人いるんですけれども、1人はソリのところで滑って、あと姪っ子も一緒にソリで滑って、でもう1人はすごいスキーしたいっていうので、私と、ね、夫のチームに分かれて、で私はスキーのサポートをしながら、で私もスキー3回目なんで上級者じゃないじゃないですか。だからなんか自分はスキー、ね、やらないでもうずっとなんか転んだらこう起こしてるみたいなのばっかりやってたんですね。で、リフト券買ったのに、それもなんかホテルで買うと半額だったんですねラッキーで1万円ぐらい、4人で1万円ぐらいしたので、それをね、使わないともったいないなと思って無駄にしたなと思ったら、そのマジックカーペットもリフト券が必要みたいで、まあいいかと思って、それマジックカーペットを使って、ね、ちょっと上まで行って滑るみたいなのやってたんですね。でご飯は近くにすごいね素敵なピザ屋さんがあって、夏に行ったんですね。そこで食べようと思ったらすごい混んでたから、結局なんかゲレンデの目の前のところに入って、でスキー場で食べるご飯ってなんかまずくて高いじゃないですか普通。でもなんか結構リーズナブルで、よかったです。さすが越後湯沢それでそれでご飯食べたらもう帰りたいかなと思ったんですね。そしたらもっとやるもっとやるって言って、でなんかリフト使ったんですね。でソリで滑れる場所とスキーとかスノボ滑れる場所あったので、私ともうスキーやってる子は一緒に滑ってって、でなんか草津のゲレンデよりも結構なんかなだらか、でもなんか結構ずっと前だから覚えてないんですけれども、確か多分なんかなだらだなったと思います。だから結構初心者向けと思う、あそこは。岩っ原ゲレンデは、岩っ原スキー場は、でゆるーく降りてきて、すごい良かったです。もう何回もやりたいって言って、それでソリもやってすごい楽しかったですね。でいる間はなんか雪が全然降らなくって、雪の結晶を見せたかったんですね。こうなんか雪の結晶がついて結構見えるじゃないですか。スノーフレークの形すごい綺麗じゃないですか。だから見せたかったんですけれども、なんか帰りのねチェックアウトの前にもう1時間ぐらい降っただけで、あとは全然晴れてたので、多分ね北海道みたいにパウダースノーみたいなね綺麗な感じではなかったんですけれども、すごいねなんか天気が良かったので、すごい景色も良かったし、あとなんかでも氷ではない、なんか結構シャビシャビすぎないっていうんですか、なんていうのいい感じの雪ですごい良かったです。倒れてもそんなには痛くない。一応ヘルメットとかも借りましたけれども、私はヘルメットとか全然ヘルメットは全然被らないで、ででインストラクターの人に「これジャンク品だよ」とか言われて、スキーのなんだっけ、スキーブーツの裏のゴムとかが取れてたので、皆さん借りるときはちゃんとしたレンタル屋さんで借りた方がいいかもしれないですね。でもなんかまあ初心者だったからそんなに激しくスキーするわけじゃなかったから、まあいいかなと思って、まあ安全第一ですけれども。でなんかほとんどスキーしてる人がいなくって、ほとんどみんなスノボですね今ね。なんかスノボも私昔やった時に朝ばっかりできてもう痛かった思い出があるんですね。なのでスノボ嫌いだったんですけれども、なんか見たらなんか皆さんやっぱりね最初は教えてもらわないとダメですね。なんかすごい
ソフトにこうなんか徐々に滑ってたので、これだったらスノボやってもいいかなと思いました。で子供たちがちょっとスノーなんだっけ違う違うなんだっけスケートボードだ、スケートボード教室にこの間ちょっと通ったんですね。なので今度スノボやってもいいなと思いました。でも本当に怪我には注意ですよね。なんかスキーって昔高校の友達と行った時にこう昔あれ流行ってたじゃないですか。チューチュートレインみたいな、こうスキーをこう重ねてムカデみたいになるみたいな、あれを調子に乗って高校の時やってたら足がこうやって180度曲がっちゃったんですね。それで病院行って、だからああいうの気をつけた方がいいですよね、危ないから。あとどっちが怪我しにくいんですかね、スノーボードとスキー。でもなんか子供って関節とかすごい柔らかいじゃないですか、体が。だからなんかそういう風になったんですけれども、全然平気でしたね。大人がやっぱり気をつけないといけないですね、怪我には。特にもう、ね、この年齢になると怪我が一番大敵じゃないですか。でもすごい楽しかったです。でなんか思ったより寒くなくって、スキーウェアがあったかかったので、あと天気も良かったし、なんか横浜の方が寒いくらいでしたね。風がビュービューで風が強くてすごい寒いくらいでした。でもなんか台湾、それよりもですよ、台湾の旧正月前って本当に寒いですね。雨が降って濡れてて寒いんですね。で日本行ったら天気がいい時は本当にね、なんかお日様がありがたくてあったかくって、で実家のところね、床暖だったんですね。滞在したのが床暖があるところだったんですね。もう床暖大好き。私床暖房の家に住むことが夢だったんですね。で床暖を経験できて本当に良かったです。床暖最高ですね。なんだっけ、エアコンの暖房より全然床暖の方がいいですよね。なんか足元が冷たいのって本当じゃないですか。台湾って床基本タイルなんですね。なので本当足元から冷えるから床暖が最高でした。それでスキーをその日一日をやって、で子供たちがもう帰りたくないとか言って、もう一日スキーするとか言ってて、でも帰らなきゃいけないよって言ったら、なんかパパだけ帰ってここに残るとか言って、だからまた来ようねって言って、で次の日はチェックアウトして帰りました。で横浜に一泊して、もう台湾戻ってきて、いつも新年に台湾で獅子舞、中国獅子舞みたいなやつ、カラフルなやつ見るんですけれども、その日、ね、飛行機乗ったからそれは見れなかったんですけれども、今回は本当にね、楽しかったです。よかったですね。なんかいいリフレッシュになりました。台湾の冬って本当になんか雨がなんていうんですか、雨が多くて曇り空で、なんかこううつうつとするので、日本のお日様が出てる冬がすごい良かったですね。リフレッシュしました。でもなんかね、スキーもう一回やりたいなって言ってたんで、なんかチェックしたんですね。そしたらなんか横浜に夏でもスキーできるとこあるんですね。だから夏でスキーの練習すればいいじゃんと思って、でなんか旦那もなんかこんなプライベートクラスで3時間3万円払うぐらいだったら、夏にスキーの練習してからスキー場に行った方がいいなと思って、夏にもしスキーのね、あれなんていうんですか、スキーの練習できるところがあったら行こうと思います。あとスケートとかもね、やってみたいですよね、多分ね。だからスキーかスノボかスケート、夏にできる機会があったら行きたいなと思いました。そうそれで越後湯沢の近くにミシュランスターは取ってないんですけれども、なんかミシュランガイドに
スター取ってなくてもなんかミシュランガイドの本に載る時あるじゃないですか、お店が。でその本に載ってたお蕎麦屋さんに行って、お蕎麦となんか手打ち蕎麦で、手打ち蕎麦とあと舞茸の天ぷらがすごい美味しいところだったんですね。でそこで食べて、で帰りました。お蕎麦すごい大好きなんで美味しかったです。でうちの父もちょうど誕生日だったので、その旅行の時ね、すごい幸せそうでした。なんか思いがけず親孝行できたかなと思ってよかったです。で皆さんはどう、ね、旧正月どうやってお過ごしになりましたか？ね、もうまた2月ですけれども、なんかすごい今日寒いみたいですね、日本は。ね、風邪ひかないように皆さんお過ごしください。乗り越えましょう、寒い冬。これね、インドで買ったやつをつけてみました。赤いいですね。赤っていうかなんかこれあれかな、朱色っていうのかな、これなんかちょっと紅って感じですね。あったかいです。ちょっとシワになりやすいかもしれないですけどね。でもなんか軽くてあったかいです。軽いの大事ですよね。ということで、それではまたご視聴ありがとうございました。